こんにちは。NPO 会計道税理士の脇坂です。今日は簿記と会計の歴史という話をしたいと思っています。副題でですね、ゲーテ複式簿記は人類最大の発明の一つであったって言葉を紹介させていただいています。ゲーテがですね、自分の小説の中でその主人公の友人にこの言葉を言わせてるんですね。複式簿記は人類最大の発明の一つであった。私みたいに、この会計などを生業としているものとしては、ちょっと嬉しい言葉なんだけど、ちょっと言い過ぎなんじゃないかななんて思いもちょっとありつつ、で今日はね、この言葉がどういう意味があるのかということを、考えながら、簿記と会計の歴史ということでお話をしたいと思っております。もともとですね、私の YouTube の中で、資産と費用はなぜ借方で、負債と収益はなぜ貸方なのかというのを挙げさせていただいて、そこにいくつかコメントをいただいてるんで、それに答えるという意味合いもありますので、よろしかったらそちらの動画の方もね、見ていただければと思います。はい。まずですね、複式簿記って何なのかっていうことなんですね。で、複式簿記の定義、一応ここに2つ書きました。取引を二面的に把握した形で帳簿に記入する。財産の有高と利益を体系的に計算とさせていただきました。ここに簡単な現金出納帳みたいなものを載せています。もともと3万円ありました。5月1日に1万円支出したんで2万円になりました。5月10日に5000円支出したんで1万5000円になりました。5月20日に1万円支出して5000円。5月30日に3万円の収入があって3万5000円。5月31日に5000円収入があって4万円と。こんな形のものですね。このような、帳簿というかね、会計書類。これは多分もう大昔からあったでしょうね。それこそ例えばですよ、古代ローマとかね、ギリシャとかって、奴隷制じゃないですか。で、多分召使いとか言ってね、その召使いにお金預けて、でね、そのお金どうなってんのっていうのを報告させるって。多分これってもう大昔からあった話だと思うんです。だけどこれを複式簿記とは言わないわけです。なんでかっていうと、取引を二面的に把握するという形で帳簿に記入ということではないから。取引を二面的に把握するってことは、1万円が支出したらその1万円って何のためにこの1万円支出したんですかということまで記録すると。これは二面的に支出するということの意味ですのでね。じゃあそういう取引を二面的に把握する形で帳簿に記入するというのはいつ始まったのかってことなんですよ。で、これははっきりしていて、中世のイタリアなんですね。で、複式簿記の父と言われている人がいて、それはルカ・パチオーリっていう人なんですね。で、この人は1494年にスンマって本出して、実はこの本自体はものすごく量が多いんだけども、その一部にベネチアで行われている複式簿記についての紹介みたいなものを書いてるんです。数十ページだって聞いてますけれども、書いてるんですね。で、これが結構広まっていったということなんです。で、このルカ・パチオーリが簿記を発明したんじゃないんですよ。イタリアで当時使われていた複式簿記というものをその本の中で紹介して、それがすごく広まっていったんで、彼は簿記の父と言われてるんだけども、本当に別に発明者ではないということですね。で、このルカ・パチオーリっていうのは1494年っていうと、コロンブスがね、アメリカ大陸発見したのが1492年ですから、その頃ですよね。レオナルド・ダ・ヴィンチの友達だったって言われている人ですんで、イタリアルネサンスの、まさしく真っ只中の頃の人ですよね。シェイクスピアのベニスの商人。あの時代ですよ。あの頃の時代の話。簿記の考え方が出てきたのは、これよりだいぶ昔で、11世紀とか12世紀頃だと言われているようです。で、この時代ってどういう時代だったかっていうと、すごく商売がね、盛んになって、お金の貸し借りがすごく増えた時代なんですよ。で、お金の貸し借りが増えると何が起こるかって言ったら、トラブルですよね。もうこれ今の時代でもそうですね。お金を貸した、いや貸してないみたいなね。そういう話ってもういつの時代でもあるわけです。この時代にお金の貸し借りがすごく盛んになったんで、トラブルが非常に多かったんですね。で、そのトラブル防止のために、当時ね、公証人の制度がすごく発達したらしいんです。今でも公証人っていらっしゃるじゃないですか。例えばね、遺言で公正証書遺言って作るときに公証人役場に行って公証人の方がねそのインタビューをして公正証書遺言って作るわけですよね。でそれをちゃんと公証人の方が公正証書遺言っていうのを作って、それを元にすると、すごく証拠価値が高いわけですよね。これと同じようなことがこの当時イタリアで行われてたわけです。
お金を貸したっていう時に交渉人の方にそれねちゃんとお金を貸した側借りた側が交渉人のところに行ってそこでねちゃんと契約書みたいなのを作ってもらうと。そうすると後々トラブルにならないよと。これがすごく発達してもう当時イタリアベニスとかねフィレンツェとかそういうところでは交渉人ってすごくいっぱいいたそうです。なんだけれどもこれお金を貸したたんびに交渉人のところに行ってそのね契約書を作ってたら大変じゃないですか。これものすごい手間ですよね。なんでこの当時にそのお金を貸した時にノートにその貸したって記録を書いて返してもらったら返してもらったっていう記録を書いてそれがそのノートに書いた記録が裁判上で証拠価値として認められるよということがねすごく普及したんだそうなんです。交渉人ねいちいち契約書作るの大変だから。例えばですねこのノートに、アントニオ、ベニスの商人のイメージですねあの時代をイメージしていただければ分かると思いますんで、ベニスの商人に出てくるアントニオにノートでね5月1日に1万円貸しましたよというのをノートの左側に書くわけです。で返してもらったら5月31日に5000円を返してもらったっていうのを書くわけです。これが裁判上の証拠価値として認められたってことなんです。なんかこのノートを書くときに最初にですねヨーロッパですからキリスト教がねすごく盛んですから、神の名のもとに私は絶対に嘘をつきませんって書いてからこのノートを書くということなんです。で当然のことながらこのノートはお金を貸した時に書く率が圧倒的に高いですよね。今でもそうですよね。お金を借りた時にいちいちその記録するかっていうと、なかなか普通しないかなって感じがしますよね。だけどお金を貸したら返してもらわなくちゃいけないからその時にちゃんと記録しておこうっていうニーズって当然のことながら高いですよね。なんでこのノートは当然のことだからお金を貸した時に書かれた方が圧倒的に多いわけです。じゃあお金を貸した時にノートにどう書くかっつったらヨーロッパですから当然ね横に書きますよね。ってことはノートをね開いたら当然左側から書くじゃないですか。なんで左側に書いたわけです。お金を貸した時にノートの左側に日付と貸した金額を書いたわけです。でそのノートは貸した人ごとに書いたわけです。アントニオに貸しましたよ、シャイロックに貸しましたよ、ポーシャに貸しましたよみたいにねその人ごとにノートに書いていったということなんですよね。でこの左側に書いた時にこの左側を借方と呼んだわけです。なんで借方お金を貸してんのに借方なのかっていうとそれは主語がアントニオだからですね。アントニオは5月1日に1万円借りたんだっていう書き方をしたんですよ。もともと文書でしたからもともと文書で書いてましたんでね5月1日に1万円借りましたっていう書き方をしたんでこの左側を借方と読んだとこういうことなんです。なんでこのもともと簿記というのはこのお金の貸し借りを記録する特に貸した時ですね貸した時にそれが裁判上有効になるんでそれをノートにちゃんと記録するとここから発達したんです。5月1日に1万円お金をね出しました。それは何でかって言ったらアントニオに貸したからですということですね。ここに勘定科目が出てくるわけです。勘定科目としてアントニオということで勘定科目の一番最初の出発点は人名勘定人の名前が勘定科目の一番最初なんです。返してもらったら31日にアントニオから返してもらったよというように勘定科目として書くと人名勘定が一番最初ということなんです。このような形で始まったこの複式簿記複式に記入する取引を単にお金を出した出さないだけじゃなくって何のために出したのかどういう理由で返ってきたのか入金になったのかということを複式で記入するというやり方はもともとお金の貸し借りから発達したんだけれどもそれが次にですね物財実際のものにも発達していくわけです。5月10日に5000円支出しました。これ何なのかというと船を買いましたって言いますね。船。そうすると5月10日にね今度はノートに船っていう科目も作るわけですね。そこに5月10日に5000円で船を買いましたというのを記録するとこんな形でね物にもこれが広がっていったわけです。
でなんですよ。そうしてくると今度いや人に貸したり借りたりしたそういう人命でもないし物にもならないそういう収入や支出ってあるじゃないですか。例えば給与を払ったとか家賃払ったとか、売上もそうかもしれませんね。売り上げたとか別にそれが物とかそういうねあるいは借金の返済とかそういうものじゃないものも出てくるじゃないですか。そういうものをどうするかって時にとりあえずどっかの勘定にまとめとこうということでこれ名目勘定っていうんですけども特に名前がつかないようなね人名でもないし仏財でもないそういうような科目を名目勘定って言ってとりあえずどっか一つにまとめとこうよというんでまとめた、ゴミ箱みたいなものだったらもうみたいですね、どこにも分類されないよというような名目勘定というものを作ったんです。これで簿記というものがとりあえず複式記入としてもともと財産管理の手段として複式簿記は生まれたんです。これ現金勘定も書きましたけどね5月1日に1万円支出しましたよ。それはアントニオに5月1日に1万円貸したからですよ。5月10日に5000円支出しましたよ。それは船を買ったからですよ。5月20日に1万円お金が出ましたよ。これは人に貸したわけでもないし物を買ったわけでもないんで名目勘定に入れておきましょう。5月30日の3万円もとりあえず名目勘定に入れておきましょう。5月31日に5000円が入ってきましたよ。それはアントニオが貸した1万円のうち一部が戻ってきたんですよってことでアントニオの右側の方に記入しましょうと。こんな感じですよね。こんな感じでもともと複式簿記というのは出てきたということなんですね。はい。次の段階なんですよ。先ほど私はルネサンスの時代にねこの複式簿記って発達しましたって言いましたけどルネサンスの中心というのはねイタリアの主にベネチアとフィレンツェこの2つがね結構中心でしたけどもベネチアっていうのは割と家族経営がねすごく盛んだった場所だったらしいんですよ。ところがフィレンツェっていうとメディチ家がフィレンツェですね。フィレンツェっていうのは組合が割と発達したらしいんですね。組合っていうのは要するに他人が複数の人がお金を出し合って何かをするっていうことですよね。そういうのが発達してきたわけです。例えばこの3万円だったらこの3万円を3名の人がね最初に出し合いましたよと3人の人が1万円ずつそれぞれ出し合いましたよとそれで何かを運営していくとこういうことが割とフィレンツェではねすごく盛んだったらしいんですね。でそうするとどういう問題が出てくるかっていうといや3万円お金出して、そのうち誰か一人がね実際にはこうやってお金の管理しますよとある期間が経ったらあれどうなってんのとこの報告当然必要になってきますよね。その時にどういう報告の仕方をしてたかっていうと財産目録を作ってたんです。でその財産目録のことをビランチオって呼んでたらしいんですがビランチオっていう財産目録を作ってたんですね。もともと現金3万円でしたよと。それが今現金4万円とアントニオに貸している貸付金まだ返ってきてないのが5000円と船と5000円があって合計5万円になってますこう報告するわけですよ。これビランチオでね。そうするともともと3万円あったものが5万円になってんだから2万円これ利益ですよね。2万円利益が出たんだっつってああよかった、こういう話ですよね。もともとこのビランチオで利益2万円これを計算してたんです。だけどってことなんですよ。この2万円本当に正しいの本当に2万円なのってことなんですよ。いや3万円のものが5万円になったんだから2万円利益でしょとこう言いたいんだけどもいやでもちょっともしかしたらねそこからちょっとちょこまかしてるかもしれないしこの2万って本当なのこの2万円の証拠はこの2万円だってことを検証できんのこういう問題が出てくるわけですよ。この2万円が本当に信頼に足りるような金額なのっていうことですよね。でそこで実際にお金を預かってたねこの3人のうちの一つはいやこれ確かに2万円利益として2万円なんで俺嘘言ってないよとこう言いたいわけなんだけどもこれをじゃあどうやって証明するかっていう時にここでほっと思ったわけです。この名目勘定を使うとこの2万円証明できるんじゃないのとこう考えたわけなんですよ。どういうことかっていうとこのですよ
財産目録の現金4万円、アントニオ5000円、船5000円。これって言ってみれば、これ帳簿で全部出てきてる金額ですよね。で、名目勘定にとりあえず入れてた金額っていうのは何かっていうと、結局資産の増加とか負債の減少とかそういうものに関係しない項目じゃないですか。ってことはこれを集計すれば2万円の計算に使えるんじゃないのと、こう考えたわけです。これがこの名目勘定っていうのが損益勘定というものにつながっていったんですよ。今回で言うと、じゃあこの1万円、5月20日にね使った1万円、1万円で物を仕入れて5月30日に3万円で売れましたよと。だから差額の2万円の利益が出ましたよと。こういう話ですよね。つまりこの2万円というものを証明するときに、じゃあこの2万円ってどうやったら分かるの、証明できるのって時に、名目勘定の5月2日に1万円が仕入れて5月30日に3万円の売り上げがあったんですよ。で5月20日にねこの1万円については、今の感覚で言うとね領収書ちゃんとあるじゃないと、5月30日の3万円ちゃんと請求書出してるよと、こういうものを売ってますよということで証明できるじゃないですか。つまりビランチオで出ている利益、これを検証するための手段としてこの当時名目勘定と言われてたものが損益勘定として表に出てきたんですよ。ビランチオの利益やあるいは財産目録なんかに出ている資産負債、これを証明するための道具が複式簿記だったわけです。もしですよ、ビランチオの利益だけでしか利益を証明できなかったら、それは本当に信用できる人からしかお金集められませんよね。よく知らない人にお金を預けといて、それでいや財産がこれだけ増えたんで利益これだけですと言われても、やっぱそこ本当なのと、信頼できるのってことがあるわけじゃないですか。それを日々帳簿付けていて勘定科目を集計した損益勘定を集計した利益と一致することによって、ビランチオで出てきた利益とこうやって損益勘定で計算した利益が一致することで初めてその利益に信頼性が出てくると、こういうことですよね。そのことによっていろんな人たち、もっと多くの人たちからお金を集めるということが発展してきたわけです。もちろんね、その過程の中ではいろんなね、そのための例えば会計監査のね制度がねできたとか、減価償却の制度ができたとか、いろんな発展はあるんだけれども、この500年前にイタリアで出てきたこの仕組みを今でもあるわけですよね。でこれがあるから、この複式簿記で利益計算というのを、財産の有高と利益を体系的に計算できる、これが信頼できるものですよっていう信頼性があるから、いろんな人たちがお金を出資するわけじゃないですか。もしそれが今でもビランチオでしか利益を計算できなかったとしたら、おそらく株式会社は今のような形では発展しませんよね。そんな多くの人からお金集められませんよね。そうすると今みたいな形で資本主義が発展するってこともなかったんじゃないかと。だから戻ると、ゲーテ複式簿記は人類最大の発明の一つであったというのも、あながち言い過ぎじゃないかなという感じもしております。はい、今日はこのような形でこの複式簿記の歴史というものをゲーテの言葉をね手がかりにして、もともと簿記は財産管理のね方法として発展したんですけども、それが利益計算、ビランチオの利益計算の裏付けになることでより発展していったというような話をさせていただきました。この動画では NPO の会計とか税務とか寄付とか、そういうものを中心に取り上げてますけれども、今日のようにねこういうそれ以外の会計税務に関わる話もしていきたいと思っております。もしよろしかったらチャンネル登録していただければありがたいです。ありがとうございました。